奥平さんはとても不思議な人です。会うとなぜか安心して、この人がいれば全てが大丈夫な気持ちになるような、そんな感じがする人。もっと素直に生きようと思えるパワーを無条件にくれる人。奥平さんからは、ぬめっとした執着や、誰かを妬む心や思い口がまるで感じられません。それらを心の奥底にひた隠しにしているわけでもありません。本当にないのだと思います。興味はある。好奇心もある。でも、比べる心がないのです。彼女はいつでも少女みたいにキラキラした瞳でこの世を遊んでいる。そんな感じがします。つまり、ご本人がいつも書いている引き寄せの生き方を本当にそのまま素直に生きている人なんです。私は小説家で小説だけで伝えていきたいし、小説は限りなく優しく読者の人生に寄り添ってほしい。悲しい日のおやつとお茶のように、寒い日の暖炉のように。ただ、物を書く過程で気づいた、物を書くための鋭い観察眼から派生した何かを、創作のおまけとして私はいつでも持っています。それがもし誰かの役に立つことがあれば、シェアしたいなと素直に思うのです。私たちが決して楽しいことばかりではない生きることを、それでも精一杯喜んで楽しんで体験している様子が、この空気が皆様の力になれたら何よりです。吉本バナナ。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は自分を愛すると夢は叶うという本をご紹介します。著者は吉本バナナさんと奥平アミーさん。吉本バナナさんといえば、キッチン、つぐみをはじめとしてたくさんのベストセラーを出されている説明不要の小説家ですよね。海外での評価もとても高く、海外約30カ国で著書が出版されています。奥平アミーさんは大学卒業後、ごくごく普通の会社員兼主婦生活を送られていましたが、引き寄せの法則と出会うことで現実が激変。2014年より作家として引き寄せの法則を伝える著書を多数出版されております。この世界的小説家である吉本バナナさんと引き寄せのエヴァンジェリストである奥平さんが願望達成法を明かしているのが本書なんです。この本、個人的にはとってもおすすめです。いわゆる理論や概念を伝えてくれる本はたくさんありますが、本書はその真逆で、生活していく上でどのように引き寄せを組み入れていくかを経験や実体験を元とした実践ベースのノウハウとして伝えてくれているんです。お二人の対談形式で話は進んでいくのですが、軽妙かつ明るい毒を持ちながら真理をつくバナナさんと、ゆったりと物事を見つめつつも確固たる芯を持つアミーさんの流れるような引き寄せ談話がとにかく面白い。堅苦しくなりがちな話も全くそんなことはなく、むしろクスクスっと笑いながらページをめくる手が止まらなくなり、最終的にはなんだかすごい話を聞いちゃったというような感覚になります。本当の望みは玉ねぎの薄皮を剥くようにして出てくるなんていう目次のタイトルを見たら読まざるを得ませんよね。本動画ではそんな本書の雰囲気をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自分が本心からこうしたいと望むことは必ず叶う。バナナさんのご著書をずっと愛読してきました。今日はお目にかかれて本当に嬉しいです。これはお土産でバリ島のハイビスカスのお茶です。ありがとうございます。このお茶がとても好きで今朝も飲んできました。私も今日の記念にはこれかなと思って家にあったアクセサリーを持ってきました。イタリアの方が作ったものでシルバーなのですけれどダイヤがついています。すごい、なんかすごいパワーがありそうです。私嬉しくてこのまま死んでもいいくらいです。死なないでください。信じられません、こんな日が来るなんて。最初にお話しさせていただきたいテーマは、大自然の摂理に導かれて望みを叶える。摂理というと大げさですけれども、こうしてバナナさんに会えたことだけでも、自分だけでは絶対成し得ないこと、何かの力が働いていると思います。私は引き寄せの法則についての本を書いているのですが、エッセンスを一言で言うと、
自分が本心からこうしたいと望むことは必ず叶うということだと思っています。自分が本心からこうしたいと望むこととは、言い換えると心の奥深いところにある魂の望みと言ってもいいかもしれません。望みが叶うというと、誰かにこうしてもらいたいと思ってしまいがちなのですが、そういう望みは叶う時もあれば叶わない時もあります。ですから、幸せを自分以外の何かに委ねてしまうと、喜びも悲しみも大きくて、人生をジェットコースターのように感じるかもしれません。でも本来は、どの人の人生も素晴らしいもので、自分が本心からこうしたいという願いは叶うのです。その実感は、こうしてバナナさんにお会いして、さらに深まりました。私はちょっと前までは普通の会社員で、数年前に引き寄せの法則のブログを始めたばかりなのです。そうだったのですね。日本中に広がった引き寄せブームは、そこから始まったと言っても過言ではないわけですよね。そんなに最近のことだったのですか。当時はまだ OL として働いていたのですが、数ヶ月後に退職して作家になり、家族でバリ島に移住することができました。考えてみると、OL だった時は、どうして毎日会社に行かなければならないんだろうと、納得できないけれど、生活のために勤めていました。家族もいるし、子供もいるし、それなりに幸せに生きていくためには仕方ないと思っていたのです。ただ、今思えば、その経験があるからこそ、読者の方が共感して読んでくださるんだなというのがわかるんです。確かにそうですね。本当の望みは玉ねぎの薄皮を剥くようにして出てくる。そうした実体験からも本心からの望みは実現すると確信しているのです。けれど一方で、今読者の方から寄せられる質問で多いのが、そもそも自分がやりたいことがわからない、自分が好きなことがわからないというものなのです。つまり自分の本当の望みがわからない。そういう人に一言声をかけるとしたら、バナナさんはどんな言葉をかけるでしょうか。まず、好きなことがわからなくなっていく過程というものがあって、段階を追ってわからなくなっていくんだと思います。わからなくなっていくのにも順番があったので、その順番を戻っていくより他ないと思います。例えば、親から否定されて好きなことをやめた、などですね。もともとは道を分かっていたのだけれど、わからなくなってしまうような何かがあった。多分、薄紙を剥ぐようにしてでしか元に戻っていけないのです。元に戻るというのは小さな子供の頃とか赤ちゃんの頃のことです。本当の望みって玉ねぎの薄皮を剥くようにして出てくるんだなって私も思います。私は本を書きたいという望みは最初からありましたが、活動しているうちにもっと具体的に書きたいことが分かってきました。でもそれは最初は分かりませんでした。大きいこと、例えば人生の目的から考えるのではなくて、小さいことから戻していくしかないと思うのです。今は人参を食べたい、どうしてもトマトじゃないんだよね、ということが自分で分かっているのは、小さいことのようだけれど、かなり大事なんです。そういうことが分かれば、だんだん元に戻っていく。大きく出てしまうと、分からなくなってしまいます。例えばベジタリアンになるにしても、畜産の歴史がとか言っているとわからなくなります。でも、意外と肉は食べなくてもいいかもという小さなところからいけば案外うまくいく。論理的に考えすぎると自分の性に合っていないことをやってしまって自分が苦しくなったり人を責めたりするのではないかと思います。ですから、例えば経理の仕事は好きでコツコツ数字を入れるのは好きなんだけど、上司に見せるのは嫌なんだな、私。というふうに割っていくといいと思います。割っていけばわかることがあります。私も会社員時代経理をやってましたので、その例はよくわかります。月々の経理の仕事に達成感はあるけど、ミスを指摘されたり、そのミスのせいで誰かが今月受け取ってないとか言われるとき、すごくドキドキすると思います。そういうところから好き嫌いが分かっていく。割ってみるとわかります。でもこの世には間違いがあった方がスリルがあるじゃんという人もいるのです。その考え方はすごい。確かに自分で選んでスリルを体験している人はいると思います。間違いにスリルを感じる人はいなさそうだけどいるんです。
だからまず、自分はどういうあり方がいいのかをよく見てみることですね。私は経理が嫌いだから会社辞めようというようでは、大雑把すぎて体がついていきません。もっと小さいところからじゃないとダメです。バナナさんは小さな頃から作家になると決めて、実際に世界的作家になった引き寄せのプロフェッショナルだと思うのです。そんなアミーさんは引き寄せの専門家なんですから、私の方こそいろいろ引き寄せたいですよ。私は引き寄せたも何もただ作家になった。というか、乱暴になった。ただ、常に更新しなければいけないというのはあります。常に設定を更新しないとダメなのです。作家になりたいのが望みだとしたら、作家になったところで終わってしまう。どんな作家になりたいのとか、作家になって何をしたいのとか、日々更新していかないと古くなってしまう。作家になった当時の設定のままでいたら、私は今頃きっとケチョンケチョンになっているんじゃないかと思います。全身でコミットすれば流れにつながる印が現れる。こうやって3、4年引き寄せの法則を実践していい気分を選択する、幸せでいるということに取り組んできて、行き着いたところが毎日のご飯が美味しいと感じることだったりします。人でも物でも出来事でも愛おしく見る視点が持てれば人生大丈夫なんだ。ちゃんと願いも叶うんだと分かったのです。肝心なことは毎日の生活の中のキラキラを感じているかどうか、そういう私なりの結論に達することができました。そんな時に出会ったのがバナナさんの著書、小さな幸せ46個です。テレビ通販のトークみたいですが、ありがとうございます。最初の松エクの話から引き込まれました。松エクをするだけでその日、その時間がこれだけ明るくウキウキする。松エクに行ったら住んでいる街への愛まで感じてしまう。そういう感性があれば人生 OK だと思うのです。バナナさんはいつ頃から日常に溢れている愛を見つめる視点を持っていたのでしょうか。どうなんでしょう。私の場合、いつもすごく冷静なんです。いいところだけを見るでもなく、悪いところだけを見るでもなく、本当に冷静だなと自分で思います。小さな幸せ46個は雑誌の連載をまとめたものなんです。嫁と姑が揉めたとか、誰それが死んだとか、すごい雑誌なのです。ページをめくっている方が最後に楽しくなってほしいなという気持ちでテーマを統一したのが、清涼剤のような印象につながったのではないかと思います。本を閉じるときに悲しい気持ちで閉じてほしくないのです。愛ですね。私も気づけてよかったなと思うのですが、幸せは目の前にありますといくら言っても、気づく人とそうでない人がいます。その違いはどこから出てくるのでしょうか。多くの方は気まぐれにすっとんきょうなことをやって、エネルギーが動いて、自分が好きなことをやった気持ちになって、そこで終わるからではないでしょうか。一時的には活性化されるけれど、それは続いていくものではない。何かを思い立ったら、全身でコミットをしていかないと何にもつながっていきません。コミットしていけば、つながっていくための印も全部受け取れるはずなんです。例えば、居酒屋でトイレに入ったら、世界一周100万円というポスターが目の前に貼ってあって、行こうと思ったとします。ある意味ですっとんきょうな行動ですよね。仕事を辞めて、学校を辞めて、夏休みを全部使って、親に金を借りてとかして、世界一周に行けば、それなりにいろいろな経験をすると思うけれども、本心からの流れに沿っていないと何にも起きない。ただ、楽しかった、こんな国に行った、いろんな国に行ったことがあるよ、で終わってしまいます。自分が心から行こうと決意していたら、何か印があるはずです。例えば、道中で同じ名字の人4人に会って仲良くなったとか、船内で習い事をしたらハマった、帰国後、地元でその習い事の先生の弟子に出会ったとか、流れができるはずなんです。私も流れを見ることを大事にしています。後から考えてみたら、ああ、ここに流れがあったのかということもたくさんあります。夢を叶えたいなら、自分の中にキレを持つこと。夢の叶え方、バナナ流を教えていただけますか？
結局潜在意識に落とし込まなければ何も叶わないと思っています。それは本音に素直になる、本心に従うということでしょうか。やはりそこを鍛えていくしかないんじゃないかな。鍛えてノイズさえなければ相当叶うと思います。最近自分でもなかなかいいところまで来たなと思う時があります。それはあの人の誕生日プレゼントを買っておかないと、あの人にはきっとこのお店で買った方がいいな、みたいなところまで思った瞬間に、すごく不思議な経緯でたまたまそのお店の前に立っている。そういう時はだいぶノイズが減ってきたなと思います。でも私はまだ性格が保守的で臆病者だから、どうしてもそれより前に自分の時間を使って無理に行ってしまうのです。そこを直したい。もっと委ねたいなと思っています。もっと今ここに生きるのですね。潜在意識とつながる純度を高め、ノイズを減らすコツはありますか？ある種のキレを持つことが大事だと思います。キレがないと結局いろんなノイズが入ってくる気がします。でも日本人に最もないものですね、キレって。調整が難しいですけど、外国に行くと本当に自分なんてキレがないなって思いますね。日本人は、しかも私たちの世代の教育は洗脳されまくっていたからなかなか難しいですよ。皆と一緒であることやルールに従うのがいいことだという思い込みがありますよね。例えば成功のイメージもそうです。成功と聞いてパッと西洋風の広い部屋とか豪華マンションのイメージが浮かんできた時点でもう洗脳です。自分にとって豊かさを感じる場所はどこなのか。田んぼかもしれないし、ちっちゃい家がきれいに整っているとか、本当は人それぞれなんです。だけど私たちは教育によってイメージが統一されてしまっているから、そこを取り戻していかないとですね。吉本ばななさんとお話しした時間は本当に夢のようでした。夢かうつつかというのはまさにこのこと。中学生の時にキッチンやつぐみを読んで以来、私の中に世界的な大作家として吉本ばななの名前は生き続けていました。それから25年の時が流れ、この世の仕組みが少し分かりかけてきた頃、改めて読んだ吉本ばななの世界に私は圧倒されました。そこにはどんな人の目の前にもある豊かさや幸せ、悲しみの中にもある愛が文章からそこはかとなくにじみ出ていて、読む人を本来の自分へと引っ張っていくすごい力を感じました。この時、この方に会いたいと初めて思ったのです。そしてその願いは叶いました。引き寄せの法則を知ってからというもの、自分の考え方や心の状態をコントロールしていくことによって、たくさんの願いが叶いました。バナナさんとお会いできたことは、私にとってこれまでの最大の引き寄せた出来事ですが、引き寄せたという言葉はちょっと不似合いな、貴重で大切な時間となりました。日常と人生と宇宙がまさに一つとなるような、普通だけど深い、小さいけど大きい、そんなたくさんの魂が喜ぶお話をさせていただきました。日常にあふれた小さなことと、人生や森羅万象など壮大なことはつながっていると、改めて深く感じたのでした。本書によって人生ってなんだかいいなと思ってくださる人がいたとしたら、こんなに嬉しいことはありません。奥平アミー。本動画では冒頭の望みの叶え方の一部をご紹介しましたが、お二人の対談はこの後、家族の幸せ、男女の愛、健康、老い、死、仕事とお金、悟りと幸福という形で様々なトピックへ進んでいきます。少し感じていただけたかもしれませんが、引き寄せの考え方や様々な疑問、生活への取り入れ方について体験談を交えながらとてもわかりやすく噛み砕き伝えてくれています。また、同じテーマに関しても、お二人の考え方の角度が微妙に違うのも面白いところで、対談を通してお互いに新しい気づきを得られていて、その静かなワクワク感がこちらにまで伝わってきて、とっても温かな気持ちになりました。あと、これは当然なのかもしれませんが、お二人とも言葉を紡ぐことを生業とされているので、豊富な知識を私たちに一番届く伝え方で話してくれていて、とにかくお話が普通にわかりやすくて面白いです。
僕的にはかなりおすすめの一冊ですので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。